今回はスズラン編で新しく登場するモチーフ紹介と交換優先度の解説です。まず、新しいモチーフを含めた全体的なティア表です。左側が汎用性の高いもの、右側が汎用性の低いもの。装備に記載している数字はおすすめの凸数です。装備横にキャラがいる装備は現状、専用装備です。今回登場した新しいモチーフをそれぞれ紹介していきます。狡猾の影。本来はキアの実装に合わせて登場するはずだったモチーフです。性能としては、砂時計に防御アップとスタンや睡眠などの無効化がついた装具です。星4以上にしてアタッカーに持たせたいですが、複数の味方がスタンするような特殊なステージに備えて、無凸で複数確保しておくのも一つの手です。ただ、あれば楽になるという程度で、必須級ではありません。SP マイサのモチーフ。HP と貫通ダメージが上昇する武器です。所有者が共同号令を使う際、SP マイサを含む応答持ちのキャラや、スズラン陣営全体に独自の貫通バフとダメージバフを付与します。陣営を固めて運用する場合には非常に強力な武器になります。凸数は固有バフが最大になる星5が理想ですが、星1でも固有バフがつくので十分実用的です。SP ヌンガルのモチーフ。攻撃力とクリティカル率が上がり、移動距離に応じて魔法ダメージがアップします。使い勝手はパミーナのモチーフです。5マス以上移動するにはジャンプスキルや行軍号令が必要ですが、SP ヌンガルのジャンプスキルには2ターンのクールタイムがあります。武器単体の性能はこちらが上ですが、SP ヌンガル本体が星5になるまでは、スキルの回転率の関係でパミーナのモチーフの方が扱いやすいかもしれません。本体を星5にしている場合や、スズランの旗などでクールタイムを短縮できる構成なら、こちらが最もおすすめです。SP ファカールのモチーフ。クリティカル率が上がる武器です。星5で 20% アップし、大型の敵に対してはさらに 40%、合計で 60% も上昇します。大型の敵が相手なら強力ですが、最近の環境ではあまり見かけないため、基本的にはクリティカル 20% の武器と割り切った方がいいです。ミーティアクロスボウがクリティカル率 15% あるので、そちらで代用しても十分です。大型の敵なら星1から、それ以外では星5が必要です。パーシバルのモチーフ。移動3マスのキャラに装備させると移動力が1増え、攻撃力と防御力も上昇する装具です。ただし、ターン開始時に毎回攻撃と防御が下がるデバフが3つもついてしまいます。毎ターンこれを解除できるならアタッカー運用もありですが、正直手間がかかります。基本的にはパーシバル本人か、ステータス低下が気にならないサポートキャラ向けの装備です。移動力目的のサポート運用なら星1で十分で、オートプレイなど普段使いでは便利です。ただ、逆境やレイドなどのランキングコンテンツでは、オーギュストノートやクリデンザモチーフなど、他の優秀な装備が優先されるため、使用率は高くありません。以上が各種モチーフの紹介です。続いて、モチーフの優先度について、次回の遠征メダルのセット内容の予想です。SP マイサ、狡猾の影、SP ヌンガルのセット、そしてもう一つが、SP ファカール、パーシバル、エラマン編モチーフのセットになると考えられます。海外版では、同じタイミングで未実装だったルバタとルトフィのモチーフがセレクトガチャに追加されました。その後、セレクトガチャの新兵の願い終了後にモチーフセットに組み込まれました。なので、狡猾の影も同様に3セット揃えば、遠征メダルなどに追加されるかと思います。遠征メダルの交換優先度は、枠の色で分けています。赤が最優先、追撃、青の順です。今回のラインナップで交換するなら、SP マイサのセットか、あるいは温存がおすすめです。SP マイサは強力ですが、主に高難易度向けで出番が限られます。そのため、無課金から美課金の方は確保するとしても星1から星3程度に止めておくか、次に来るエラマン編に向けてメダルを貯めておくのが良いです。狡猾はついでで取る感じで、SP ヌンガルのモチーフはパミーナの武器で代用が効きます。SP ファカールはミーティアで代用、パーシバルは普段使いでの汎用性はありますが、高難易度での使用率を考えると無理に追う必要はありません。個別の優先度装備はこの3つです。どれも代用が効かない装備で特に重要なのは流行です。
SP ナンナに持たせればデバフ解除と固有のダメージバフを負けるため必須レベルと言えます。2つ目は傀儡。貫通パーティーを組む際の殲滅力が劇的に変わります。流行と傀儡は同じセット内容になっているので遠征メダルで集めやすい点もあります。3つ目はクリデンザモチーフ。本人に持たせるのはもちろん他のキャラでも使い回せる汎用性の高さが魅力です。血色は SP ヌンガルやルチア編のアンナで使い回せるのでキャラを取る予定の方は遠征メダルでクリデンザモチーフを集めつつ血色も一緒に狙うのがおすすめです。次にモチーフとキャラの組み合わせ。主要なモチーフの組み合わせはこちらになります。新しいモチーフ5種は SP マイサの武器は HP とダメージが上がるのでキャメロットにも適性があります。 SP ヌンガルは専用です。 SP ファカールは星5にすれば誰でも使えます。狡猾の影は星4にすれば砂時計の代わりとしてアタッカー全般。星1ならギミック対策。パーシバルモチーフは本人かサポートキャラにという感じになります。最後に今回のモチーフについて。今回のスズラン編モチーフは性能自体は高いものの代用が効くものも多いという感じです。この後に控えているエラマン編はキャラ、装備ともに非常に強力なので今は無理に追わず温存するのが個人的にはおすすめです。皆さんはどの装備を優先して取る予定か温存するかなどぜひコメント欄で教えてください。以上で今回のモチーフ紹介は終了となります。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。